アッバス町は2つ目の町の中心を置く文明。そう覚えると半分だけ正解です。上位6試合では追加の町の中心が5試合に出ました。でも1試合は軍事党から槍兵2体と弓兵2体を受け取り、先に圧力を作っています。よし、ここが面白い。この文明の本体は固定オーダーではありません。知恵の館へ今の盤面に必要な旨を足すことです。内政を広げるのか、自治台を安くするのか、無用軍で先手を取るのか、広域へ伸ばすのか、そして建物をつなぎ黄金時代を育てます。今回は4つの旨と3つの固有兵を選ぶ盤面まで一気に整理します。最初に普通の文明との進化方法の違いです。アッバス町は町の人をランドマーク建設長時間はありえません。規模10で知恵の館を建て、そこへ2選択の旨を増築して時代を進めます。知恵の館の建設時間は30秒です。進化中もうちの人が資源を集められるのが序盤の土台になります。ただし進化をした瞬間に分野内政が完成するわけではありません。どの旨を選びその後の研究へ資源を払うかまでが1組です。知恵の館にはもう一つ大きな役割があります。影響範囲へ建物を接続すると1棟につき黄金時代の点数が1つ増えます。接続10棟で町の人の採集が 15% 上昇します。30棟では研究速度が 20% 上昇します。60棟では採集、研究、生産の3つをまとめて伸ばします。ここで注意。建物を置けば良いのではなく、知恵の館から接続している必要があります。内政を広げるときは家や経済建物で線を切らさない。守るときも知恵の館につながる町そのものを守ります。経済の視点は果実です。この引所を果実で隣接させると果実の容量が100増えます。町の人は果実を 25% 早く集め、運搬量も3増えます。一方でイノシシからは採集できません。だから最初の偵察では敵だけでなく近い果実と安全な移動経路を探します。果実が前出ているなら速さより先に防衛と対応です。広域にも固有の割引があります。陸上の広域商は 33% 安く、港は木材コストが半分です。ただし安い広域商は安全な広域用まで作ってくれません。市場間の距離、襲撃経路、護衛を用意できる盤面だけで長期投資に変わります。軍事では歩兵が研究なしで複数の工場兵器を野戦建造できます。波状椎と工場塔だけでなくスプリンバルドと石器まで前線で作れます。つまり歩兵量は敵軍を倒す力だけではありません。前線へ残った歩兵をその場で建物圧力や対工場兵器へ変換できます。ただし建造中は戦闘人数が減ります。敵軍が近い時に全員で作り始めるとそれは危ない。ここから固有要素、時代、役割、苦手、勝ち筋で分けます。1つ目は固有建物の知恵の館です。時代1から規模10で建てる4つの旨と黄金時代の中心です。町の人を進化建設へ拘束しないことが最大の経済性能です。影響範囲の建物には大砲の倉庫も加わります。ただし知恵の館を失えば旨選択と町の中心を同時に失います。勝ち筋は知恵の館を奥へ隠すことではありません。守れる位置から建物を接続し黄金時代の効率を分量へ返すことです。2つ目は漁師のラクダ弓騎兵です。食料170と記録10、育成35秒の敬遠角騎兵です。軽い近接歩兵へ追加ダメージを持ち移動しながら射撃できます。敵の槍兵を曲げ騎乗兵や前線の進路を作る役に向きます。足の遅い歩兵、一方的に撃てる距離を保てば強い。でも一体が効果です。重装遠隔と撃ち合い敵騎兵に捕まる交換は苦しくなります。数を出す前に敵の軽近接を削る仕事が本当に合うかを見ます。仕事が終わったら無理に正面へ残さず資源嵐へ回します。ラクダ弓騎兵は文明の顔ですが毎試合の最初の分とは限りません。3つ目は上司のラクダ騎兵です。食料130、木45、金45で育成は35両です。軽近接騎兵ですが耐久は270あります。役割は敵騎兵の回答です。自身が追加ダメージを持つだけでなく近くの敵騎兵のダメージを 20% 下げます。敵の騎士が主力なら前衛で受けながら味方全体の損失を減らせます。ただし食料、木、金の3資源を使う高価な兵です。敵が歩兵と遠隔中心なら無条件に混ぜる兵ではありません。騎兵を止める仕事が見えた時に必要数だけ出します。4つ目は女子のグラムです。食料110と金30、育成25両の10近接歩兵です。近接と遠隔の速攻はどちらも4あります。2連、行い、突撃時の最初の攻撃も重い前衛です。弓兵や軽い前衛を仕込み後ろの射撃兵時間を作ります。苦手は騎士、槍騎兵、そして石弓兵です。装甲バーガラと石弓兵の正面へ歩かせ続けてはいけません。敵の重騎兵にはラクダ騎兵、敵の石弓兵には騎兵や工場兵器を合わせます。グーラムだけで解決せず前で受ける仕事へ集中させます。勝ち筋は熱い前衛が作った時間で野戦工場と内政差を働かせることです。4つの旨は同じ時代で役割を比べます。まず経済等です。領主では家と経済建物を 30% 安くする研究を解禁します。追加の町の中心と大量の内政建物につなぐ拡張の選択です。上主では畑の採集を 15%、帝王では資源の持ち帰りを 8% 伸ばします。
安全に人口を増やし、長く内精査を使える盤面で選びます。次は文化等です。領主では、技術と次の時代への進化コストを 20% 下げます。今すぐ分量を得るのではなく、研究数と進化時刻へ投資する選択です。上主では町の中心と砦の周囲を毎量に回復させます。帝王では、経済研究1件ごとに町の人と交易商の耐久をに増やします。研究を重ね、守る拠点が決まった長期戦で効きます。軍事等は、完成時の無料分が特徴です。領主なら槍兵2体と弓兵2体、上主なら札騎兵2体、帝王なら10兵3体を得ます。領主研究は歩兵の耐久を 15% 伸ばします。上主では弓兵の攻撃速度を 33% 伸ばします。帝王では、ラクダの近くにいる歩兵走行にを与えます。相手の速い攻撃を受けるとき、または無料分で先に主導権を取るときの選択です。最後が交易等です。交易の帰着市場として働き、選んだ時代に応じて交易商を4体、5体、6体得ます。研究は交易商の走行、副資源、金収入を順に伸ばします。領主研究は走行を3増やしますが、交易路そのものを安全にはしません。交易等は、長い安全な道と護衛を用意できるときに選びます。まとめると、拡張は経済、研究と進化は文化、即応分は軍事、安全な長距離収入は交易です。初心者向けの基本形は、秒数の暗記ではなく目的で覚えます。最初は果実船引き書を置き、知恵の館を立てます。食料と金を集め、領主神羅の資源を切らさない、安全に広げられるなら、最初の旨は経済等です。領主へ入ったら、町の人コストを 40% 下げる文明研究を優先します。これは経済等だけの研究ではありません。軍事等や文化等で進化しても使えます。経済等なら、家と経済食べ物を安くする研究も加えます。そこから敵の圧力が弱ければ、追加の町の中心へ進みます。敵軍が見えたら、町の中心を急がす兵舎、弓育成所、騎兵育成所を先に置きます。建物は知恵の館から接続し、黄金時代10棟を狙います。10棟達成のために危険な前線へを伸ばす必要はありません。守れる町区の中で接続し、最終の 15% 上昇を確実に使います。基本形は、果実、知恵の館、町の人割引、必要な分、追加町の中心です。町の中心は目的ではなく、安全に町の人を増やす手段です。ここからは、上位試合の質オーダー分析です。現行パッチ11308の陸上5選手、6試合を見ました。3種類の陸上マップです。全試合が勝利側に偏るため、勝率や最善手の根拠にはしません。見るのは、序盤に繰り返し現れた時系列です。知恵の館は6試合すべてで、初回中央値1分34秒でした。経済等は5試合で、中央値4分12秒です。町の人コスト 40% 減は6試合すべて、中央値4分28秒でした。家と経済食べ物の割引は5試合、中央値4分43秒です。追加の町の中心は5試合、中央値5分41秒でした。共通格は、知恵の館、町の人割引、そして安全なら内政拡張です。経済等が多かった事実を、毎回経済等という命令変えないでください。標本の1試合は軍事等で、別の勝ち筋を選んでいます。また、後発パッチは重複研究などの不具合修正が中心です。ここで扱う数値を上書きするバランス変更はありません。1試合だけ、軍事等を3分54秒で完成させています。無料の槍兵2体と弓兵2体を受け取り、5分34秒に歩兵耐久の研究を終えました。これは町の中心より先に、地図の主導権へ資源を回す分岐です。敵の速い騎兵を槍で止め、弓で騎歩兵を追い返せます。こちらから前へ出るなら、残った歩兵を波状追へ変える道もあります。6試合全体では、弓育成所は5試合、中央値7分33秒でした。騎兵育成所は4試合、中央値6分48秒です。騎乗兵は4試合、中央値7分14秒でした。ラクダ弓騎兵は2試合だけで、中央値8分35秒です。文面の象徴でも、序盤から毎回ラクダ弓騎兵を出してはいません。先に相手の兵士を見て、弓、騎乗兵、ラクダ弓騎兵を分けています。今の判断という場面は武勇兵を出した時ではありません。必要な回答だけを間に合わせた時です。実戦では5つだけ確認します。1つ目、果実は安全か。前の果実町の人を増やす前に敵騎兵と退路を見ます。2つ目、今欲しいのは内政、研究、即応軍、交易のどれか。その答えを経済、文化、軍事、交易の旨変えます。3つ目、追加の町の中心を置いても分が間に合うか。敵の圧力が見えたら禁止オーダーより軍施設を優先します。4つ目、相手の主力は何か。経近接にはラクダ弓騎兵、騎兵にはラクダ騎兵、前衛にはグラムを当てます。苦手兵士が見えたら一色編成をやめます。5つ目、歩兵を今も戦わせるか、工場兵器へ変えるか。敵軍が離れた瞬間なら野戦建造で建物圧力を足せます。最後に建物の接続数を見ます。9棟なら家1軒で最終 15% へ届きます。29棟なら研究速度上昇が目前です。黄金時代は街を飾る数字ではなく次の一棟の価値を変えるメモリです。バス長、一言でまとめます。知恵の館へ今必要な答えを足す文明です。果実で序盤を支え、
建物を接続して黄金時代を育てます。安全なら経済等から町の人と町の中心を増やす。次時代と研究なら文化等。先手と防衛なら軍事等。安全な長距離路があるなら交易等です。固有兵は文明の顔だから出すのではありません。平均説、騎兵、前衛という仕事が見える時にやります。2つ目の町の中心は強い。でも、それは判断の答えの一つです。晩年、まだ分岐しています。知恵の館何を足すかを先に決めれば、アッバース朝の内政は軍事へつながります。